聖書の中からこういう言葉を選んでみました。読めますか？読める。じゃあ一緒に読んでみようか。さあ、はい。あなたはみんな信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。ということで、みんなは神様の子供だって書いてあるんです。ドイツっていう国があるんですよ。ハンブルクという町があって、そこにとっても貧乏な靴屋さんが住んでました。この靴屋さんは貧乏なんだけど、とってもニコニコして毎日過ごしてました。みんな、貧乏だったら、金だってなるところを、この靴屋さんは楽しく生きてました。そしたらそこに大学生のお兄さんがお客さんで来て、そしたらそのニコニコしてる靴屋さんに聞きました。なんであなたはそんなにニコニコしてるんですか？なんかお金もなさそうなのに言うと、その靴屋さんはだって私楽しくて仕方ないんですよ、毎日どうしてじゃあ楽しいんですかって聞いたら、私王子様なんですよって言ったんですよ。そしてバカらしいと思って、その大学生のお兄さんはお靴を買ってさっさといなくなっちゃいました。でも今度もう一度その大学生のお兄さんの靴がボロボロになったから、もう一回買いにそのお店に行った時に、その靴屋さんがまたニコニコしてるんですね。またニコニコして靴作ってて、ってまたあなたの王子様のところに靴買いに来ましたよって言ったら、そう、この前ね、あなた私が王子様ですよって言ったらバカらしいって帰っちゃったから、続きを話すことができなかったんですよって言って、私はなんで私が王子様かっていうと、私は世界の王様、イエス様が私のことを子供だって言ってくれるから、私は王子様で、イエス様が持っているものは全部私のものなんです。だから私はいつも楽しいし、ここにあるものだけが私のものじゃないんですよって言ったんですよ。そしたら大学生のお兄さんが、そういうことだったのって言ってお話を聞いてました。実はその靴屋さんからたくさんの人たちがイエス様に出会うことができました。そしてみんなが、花ちゃんは王子様じゃなくて王女様かな、プリンセスって言います、英語だと。だから2人ともプリンセスなんだよすごいこと王子様ですちょっと太めの王子さあ、みんな神様の子供愛されてます。感謝して、一つ賛美歌を歌いましょう。お歌を歌いましょう。194ですね。王子様と一緒に歌おうじゃない。王子様嬉しい花ちゃんはそこでもいいよ、どっちでもいいよ。ここに来てそこでいい、いいよ。神の子
ちを子供と呼んでくださって、そしてご自分が持っているもの全部私たちのためにくださっていることを感謝します。いつも一緒にいてくださってありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。プリンセス寝転がっちゃったおはようございます。主の皆を賛美します。小枝さんのお証を聞いてて、小枝さんはとても寡黙な方で、ちょっと恥ずかしがり屋のところがあるのかなと思いますけれども、皆さん森尾さんのお家に入るとすごいんですよ。森尾さんが語らなくても壁という壁に石川先生が書いた御言葉が掲げてあってですね、入ると御言葉漬けになるという、もうどこに目向けてもどこにも貼ってあるんで逃れようがないんですね。そこに妹さんが来たり、妹さんの旦那さんが来たり、他の方々が来たりして、その御言葉を目にするわけですね。石材屋さんも来て、これいいなとかつって、金入ってるなこれとかつって金箔が入ったクリスマスに書いたやつをいいなこれとかって言ってましたけれども、その本当に御言葉には力があるんですね。みんなの森尾さんの家庭の人たちがみんな祝福されていくということ、神様の約束ですから、そのことを見られるのを感謝したいと思います。昨日私余談なんですけど、人生で初めてのことしたんですよ。この年になっても結構初めてのことってできるんだなと思いまして、最近自転車を買いまして、健康のために。そして自転車買ったもんだから乗りたくてしょうがなくて、この前はロマントピアに挑戦したんですけども、もう二度と行かないということで、あれはもう行くものじゃないですね。あれはただの山でしたけれども、今回はですね、浪岡に行ってみたんですよ。そして1時間半ぐらいかかりましたけど、最初向かい風だったんですよ。ずっと田んぼの中で向かい風で7号線で行ったんですけど、でもう下り坂なのに漕がないと進まないぐらいの風で、もう途中でやめようかなと思ったんですけど、私は一つ使命を預かってまして、石川先生がここに忘れ物をしたのを届けるっていう、そういう使命があったもんですから、行くことができたんです。もしそれがなければ、もし自分の興味だけで進んでたとしたら、おそらく途中で諦めてたと思うんですね。いや大げさかもしれませんけど、使命があるっていうのはいいことだなと思って諦めない力になりましたね。余談でしたけども、今日も皆さんと一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。よく次元が違うとかっていう言葉を聞くと思いますけども、なんか辞書で調べてみたんですけど、どういう意味か。次元が違うっていうのは、甚だしく程度が異なっており、一般的な考え方が適用されない様って書いてありましたね。また量っていうよりも質的な違いがあり、別の考え方を取り入れないと理解できない様っていうふうにも書いてありました。私たちの世界って本当に不思議なことがたくさんあって、それこそ私たち人間の常識を超えることっていうのも、起こってくるっていうことは多くの人の納得することだと思います。聖書はこの創世記から始まって今日の黙示録に至るまで、あらゆる生命とその人間の誕生、そして神様がその民を選ぶ、そしてそこから民が広がっていく、その中から救い主がお生まれになる、そしてその救い主を通して福音が語られ、十字架と復活によって愛が示されて、そしてやがて終末が来てイエス・キリストが再び来られるという、そういう神様の救済史っていうんですけども、救いのこの工程が書かれているわけですね、最初から最後まで。で、もちろん旧約から新約にかけてもその信じられないような奇跡みたいなことがたくさん
書かれてますね。この世界にあることと同じようにたくさんの奇跡がこの聖書の中に書かれています。でその奇跡がてんこ盛りの聖書の中でも最も受け入れるのが難しいのがイエス・キリストの復活なんじゃないかなと思うんですね。クリスチャンであるかないかにかかわらず多くの人がこの聖書を読んでます。でも信仰者でない人たちの興味は聖書がいつ書かれた、どういう文化があった、それから、聖書が示すそういう奇跡的な出来事を現代風に解釈して私たちの分かるように現代的に解釈し直すという、そういうことがその人たちの興味なんですね。私たち人間が受け入れやすく聖書の方を変えていくという、そういう方向性なんですけども、これはどうしてそうなってしまうかというと、やっぱり聖書に書かれていること、特に、もちろん目の見えなかった人が見えるようになるとか、口が聞けなかった人が聞けるようになるとか、嵐が静まるっていうのはなんとなくもしかしたらあるかもしれないっていうぐらいのことなので、そういうことは理解できるかもしれませんけれども、この復活って、死者の復活っていうのは人間のこの理解の範疇を軽く飛び越えてくるので、これが本当に難しいですね。しかもただ死んだんじゃなくて、鞭打たれて、そして槍で貫かれて、しかも3日経ってから、ただ誰の力も借りないで神様の力で復活したと。これがもう本当にありえないことですね。でも人間の力ではありえないことをできるのが神様ですから、私はこのことの中に神様の真実があると思うんですね。神様は私たちに永遠の命を約束してくださいました。でも私たちは土から作られた人間だと聖書を書いています。やがてこの地上での生涯を終えて土に帰ります。その時に皆さんも今日も森尾さんのお話ありましたけれども、体は完全になくなっていきます。土に帰る、煙になる。でもそこにはもう無しかないように思えますよね。でもじゃあ創世記の一番最初、聖書の一番最初に何て書いてあるかっていうと、初めに神は天地を創造されたって書いてあるんですね。今日も新しい天と地って出てきました。初めにですから、その始まりですから、その前はじゃあ何なのかって言ったら何もないんですね。神様は無からことを起こすことができる。私たちは無からことを起こすことできません。リンゴよ出ろってポンって出てきたりしないんですね。でも神様は無からも有を創造することができるということは、死者の復活は神様にしかできない技であって、それも完全に生き絶えたキリストをよみがえらせた。このことは何を意味しているかというと、私たちもキリストを信じる私たちにもこの同じことを約束してくれたことを証明してくれたということなんですね。私たちはこのすごい約束のもとにいるっていうのはすごい驚くべきことだと思います。19世紀に科学がすごく進歩して、もう人間の未来はもうバラ色で、もう宗教とか野蛮なその価値観とか、そういうものから解放されて、もう平和で幸せな世界がこれからやってくる。人間はそういうものを築ける、そういうふうに考えられていました。ところが20世紀に入った途端に、人間は自分たちの生み出してきた価値観と自分たちが作り出してきた科学技術によるその英知によって自らを傷つける悲劇を経験してきました。それは第一次大戦と第二次大戦ですけれども、人が己の力と理性、そういうものの限界にぶつかった時がこの出来事ですけれども、そんな時にそれまでその19世紀の時に聖書が荒唐無稽な話を言ってる、科学では解明できないことを言ってると言って遠ざけてきた。でもそのことをもう一度
人間の力には限界がある、理性は万能じゃない、そういう時代が来た時に、もう一度この聖書の荒唐無稽だと思われるような話に向き合わざるを得なくなったんですね。そんな時代の流れの中にいた神学者、日本ではその当時は内村勘三という人がすごく有名な方ですけども、こういう人たちに多くの影響を与えた方がいるんですね。その人はデンマークの哲学者でキルケゴールっていう人なんですけど、この人は哲学者っていうよりもどっちかっていうと神学者に近いと思いますね。聖書に精通した人物でした。でこの人はその19世紀の自分が生きていた時代のそのキリスト教っていうものがひどく制度的になっている、観念的になっているということで、すごく聖書をもう一度読み直した人なんですね。でこの人が書いた有名な本があるんですけど、死に至る病っていう日本のタイトルだとそういう名前なんですけど、もう古典として多くの人が読んで挑戦している本なんですけども、ものすごい難解なんですね。これが読み方知らないと何言ってるか全然分かんないです。でこれをみんな大学生になって哲学勉強するときにこの人の本にぶち当たったりして、さっぱり分かんないなるわけですけども、それはどうしてかっていうと、この人の本には読み方があるんですね。どういうふうにこの人の本を読むかっていうと、要するに聖書に書かれている復活、それから再臨、終末、これを理解してないと全く何言ってるかわからないんですね。でももしその聖書の法則、つまり死で終わりものではない、人の一生、人生は死で終わらないっていうことを理解してこの人の本に挑戦するときに、この本が何を言ってるかが分かってくるようにできてるんですね。キルケゴールは最初に面白いことを言ってるんですね。それはクリスチャンは死が最後じゃないことを知ってる。普通の人にとっては死が決定的であり抗えないものであって、それで全てが終わりですけれども、クリスチャンにとってはこれはただの通過点に過ぎないというふうに言ってるんですね。では彼が言うその死に至る病って一体何なのかっていうと、それは普通の人であれば死こそが死に至る病ですね。でもキルケゴールが言ってるのは、死に至る病っていうのは死そのものじゃないというんですね。そうではなくて、私たちが絶望することこそ死に至っていく病なんだということを彼は言うんですね。で、人間は絶望した時に3つの形を取るっていうんですね。一つはまず自分を否定する。自分が自分でいることが嫌になる。これがまず一つの形。最悪の場合自殺する方もいる。これがまず一つの絶望の形だと言います。でもう一つは絶望したことでもっと自分を大きくしようとする。他者を押しのけようとする。そして自分の価値を証明しようとする。これが一つのもう一つの姿ですね。で3つ目は自分が絶望していることをなかったように装って無関心を決め込むと。この3つがあるというふうにキルケゴールは言ってるんですね。この3つ、要するにその絶望すること、このことこそ最も恐ろしい病ではあり、私たちを死に至らせる病だということを言うわけですね。自分っていう存在に対する無関心とか否定っていうのは、それこそ20世紀以降の人類にとっての大きな課題だと思います。自分が自分でいることが嫌になる。それはもしかしたらこの国や韓国では多く見られるのかもしれません。自ら命を絶っていく人の数がかなり多いですね。この国では自分が自分でいることが嫌になる、自分の人生が嫌になる、そういう状態です。それから自分がもっと大きくしようと他者を押しのけていく姿、これはこんな自分に誰がしたというふうに人のせいにしていったときに、その攻撃対象が他の人に移っていくという、それが今テロであったり無差別な事件だったりすることで表面化してきているのを皆さんもよくご存知だと思います。誰でもよかったってよく言いますけれども、
本当に自分は何で生まれてきたんだろう、そのために、その自分の価値を証明するために他者を犠牲にして自分の名前をみんなに知ってもらいたいっていう感情があったと、ある事件を起こした方が手記の中で言っていましたけれども、そういう自分や他人に対する無関心がどんどん広がってくる。19世紀、人間こそ最高に素晴らしい、人間にできないことはない、ユートピアを築ける、そう思って、それが信じられて、それがある種の宗教になってきた。でも今それは無理だ、聖書から離れよう、いや人間は自立することができる、神などいらない、そう言ってきたけれども、実際には本当にひどい世の中になってきてしまっている。昔は良かったってよく言うんですね、皆さんね。昔は良かったのかもしれません。私たちには分かりませんけれども、しかし歴史を見ていくと、確かに今本当に苦しい時代に入ってきているような気がします。その19世紀の中、みんなが神から離れよう、そして人間の力だけで歩んでいこうと言って、シュプレヒコールを叫んでいた時代に、いや待てよ、そんなに人間の力って万能なものなの、そんなに理性ってすごいもんなのっていうことに警鐘を鳴らしたのがキルケゴールだったわけですけども、そんな彼を支えていたのが聖書、そして聖書に書かれている復活と再臨。人間的にははっきり言って荒唐無稽だと言われても仕方がないかもしれない。なんでかっていうと、このことを実際に証明することはできません。人にはできないことだからです。でもこの一見荒唐無稽に思えることを信じていくときに、これこそが人間を照らす光なんだということを聖書ははっきりと宣言しています。神様は言われました。新しい天と地を創造する。私たちは神様と次元が違う場所にいます。ですから先ほど一番最初に言ったように、次元が違うっていうのは、例えば二次元の人がいたとしますね。紙に人の形を描いたとして、その人が生きてたとしたら、この人にとっては立体がないんですね。斜めっていう方向、奥行きってものがないわけです。ですからいくら奥行きの説明をしても横と縦しかないわけですから、分からないんですね、この先が。私たちも同じようにこの世界で生きているから、この世界のルールで神様のことを理解しようとするけれども、でも次元が違うから難しいし、なかなかできないんですね。復活のイエス・キリストが弟子たちのところに現れたときに、目で見たものしか信じないといったトマスという弟子がいました。そのトマスに向かって、この十字架で刺し貫かれた穴がそのまま残っていたイエス様は、ここに指を入れてみなさい。そうしたらそのトマスは実際にそこに指を入れて、そして信じたんですね。でその時にイエス様は何て言ったかっていうと、見ないのに信じる人は幸いであるって言ったんですね。これが真理なんです。死者の復活、新しい天地、この約束を実際に見ないで信じていく、これがクリスチャンの歩みです。そしてこの一見荒唐無稽と思えるようなことを信じていったときに、私たちは狭い人間の己の正義とか理性とかを飛び越えて、神様の知識でこの世界を理解することができるようになってくる。大変広い視野を与えられていきます。これこそあらゆる絶望から人間を救い出してくださる救い主の御業なんですね。このトマスという人、指に手を入れないと信じることができない。これはおそらく皆さんそうだと思います。私もそうです。目で見ることでしか神を感じることができない。それが私たちの姿ですね。ですから次元が違うんです。でも神様が求めているのは見ないで信じること。でも私たちがただ何にも見えない中で迷わないように、神が
目に見えない神が人となって来られて、神様がどれほど皆さんのことを、私たち一人一人のことを愛しているか、それを身をもって目に見える形で教えてくださったたった一回きりの技、それがイエス・キリストの出来事ですね。復活があったとかなかったとか、それから新しい天地が来るのか来ないのか、こういう議論には意味がないと聖書は言います。ただ必要なのはこのことを信じるかどうかだということを聖書は語っています。そして私たちは信じることに導かれています。最近私本当に不安になることが本当に多いんですね。子どもの集会が始まりましたけれども、ほとんどうちの娘しかいません。で毎週そういう状態で他の人も来ません。石川先生は浪岡に移られてから、この教会の主任として立つっていうのがどれほど難しいことかっていうことを思い知らされています。そこで私が思うのが、私にはできない、目に見えている状況によって本当に左右されてしまうんですね。今まで以上にこの聖書に書かれている約束、その荒唐無稽な出来事、その奇跡が必要だということが本当に身に染みて分かるようになってきました。以前はどっちかっていうと、聖書に書かれていることを現代的に解釈する方が得意だったかもしれません。でも今は本当に奇跡が欲しいと心から願っています。それこそ私も見ないで信じることはできません。やっぱり見て信じたいです。ですから今本当にトマスのようにイエス様に求めるんですね。その十字架に打ちつけられた穴を私にも見せてください。そうすれば信じることができます。そういった言葉にイエス様はダメだって言わないんですよ。皆さん、穴を見せてくださるんじゃないですか。私たちも求めていきたいと思いますね。私の能力ではできないかもしれない。私の力では乗り越えられない壁かもしれない。でも私にはできなくても神様にはできるという、これが聖書がたくさんの奇跡物語を私たちに示しているその理由です。もし人が理解できるようなことしか書いてないとしたら何の力になりますか皆さん。私たちが揺るぎない希望をいつでも持っていられるのは、私にできないけれどもあの方にはおできになる、そのことをこの地上でたった一度きり見せてくださった方がいるということを信じていったときに、あらゆる絶望から私たちは解放されていきます。そしてこれこそが真実だと思っていたこの世のあらゆるルールからも解放されていきます。そして私たちがどれほど神様に愛されているかを知ることができます。もし私たちが神様にどれほど愛されているかを知るその方法があるとすればどうですか皆さん。ご自分が下ってきて人として卑しくなって十字架でその人たちのために命を捨てる、これ以上の最善の方法ってありますか皆さん。じゃあ私たちに死で終わりじゃない世界がありますよっていうそのことを伝えるとしたら、死人であったその方が神の力によって復活したこと以外にどうやってそれを人間に理解させますか皆さん。神様のやってくださったことはいつでも最善です。そしてそれ以外に私たちはやはりこの方を信じることはできないんですね。神様の御業はパーフェクトです。今もしかしたら私もそうですし皆さんもあらゆる課題があるかもしれない。でもそれは皆さんの力で乗り越えるために、もちろん賜物が与えられていますけれども、それも神様の力によって頼って歩んでいったときに、本当にこの方を目で見るようにその出来事の解決を見ることが、そして何が起こるかを体験することができるという特権を与えられています。それがクリスチャンですね。神が人となったっていうのは、目で見ることしか信じることのできない人間に対する神様の愛の配慮だと思います。それは私たちが目で見ないで信じることしかできない、でも本当は見ないでも信じていったときに、私たちはどこに行っても何があっても
その出来事がたとえ苦しみであったとしても、そのところに見ないで神様の栄光と愛を信じていくこと、そのことによってあらゆるものを私たちは神の国として捉えていくことができるようになるという、それが私たちにとって新しい天と地は先に来ます。でもそのことをこの今先取りして私たちは神の国をこの地上で楽しむことができるっていうのは本当に大きな奇跡だと思います。感謝します。今週も神の国を目の前にイエス・キリストの目線で物事を理解できるように祈り進めていきましょう。一言お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、皆をたたえて心から賛美します。私たちにただ信ぜよとあなたはおっしゃいます。どうぞ主よ、私たちがむやみに議論を重ねているのではなく、ただそのあなたが与えてくださった真理をしっかりと信じて、そして何が起こっていくかを体験して、ますますあなたと深く結びついていくことができるようにしてください。私たちをあなたから引き離そうとする絶望がいつも押し寄せてきますが、どうぞそのことに対しても御言葉を持ってしっかりと立ち向かっていくことができるように導いてください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。